はい、こんにちは。前回はですね、この文明はですね、地球外生命体のアヌンナキがですね、やってきて、人間を作ってですね、そして3つ文明がですね、あったんですけど、共存していたですね、アヌンナキなんかと。しかしそれが滅び去って、人間族は様々な部族に分かれましたと。で、その中でアヌンナキはですね、ユダヤ人っていう部族をですね、たくさんの部族の中から選んでですね、最後にその部族の中にですね、メシアが生まれてくると。如来ですね。はい。で、その人の教えがですね、世界に広まると。しかしですね、その人の教えを信じなかったですね、ユダヤ人たちはですね、世界に散らされると。しかしですね、1900年の時を隔てて再び最後の約束の地、イスラエルに建国すると。それと同時にですね、ユダヤ人と兄弟であったアラブ人の祖になるイスマエルですね。この人のですね、凶暴なですね、人類に適する部族がですね、宗教を作ってですね、最後に建国したイスラエルに、襲いかかってくると。その宗教がですね。はい。で、そのね、バックにですね、もう宗教を超えたですね、五部というですね、強力な勢力があると。で、このユダヤ人に対するですね、この勢力の戦いをですね、一気に消滅させることによって、神の力をですね、地球全体に広がった、人間種族すべてに見せることで、そのうちの4分の人たちは、神を信じるっていう、如来を信じる、メシアを信じるっていうですね、ここに目覚めて、この人たちはですね、次元上昇して、6次元、5次元世界に行くと。で、ダメだった人はですね、死ぬか、地獄に落ちるか、自爆霊になるか、あるいはそのまま生き残って次の文明が起こるまで細々と暮らすかっていう。これが文明の目的であり、文明の始まりと終わりですね。はい。このパターンで古代文明、リムリアとか、ムーとかアトランティスもありましたね。最後にですからみんな大観難、大陸が沈んだりですね、火山が噴火したりして、ほとんど4分の3ぐらいの人が死んでですね、4分の1の人がですね、その時代をですね、その文明を主催しているですね、存在にですね、上に上げてもらったっていうことですね。はい。考えてみるとこれって普通ですよね。その一番上に如来がいて、その下に菩薩がいてビッグバンを起こすと、そして天正輪廻の世界にこういう人間を生み出したりする、地球外生命体がいて、それが生み出した生命を自ら自分たちに消えさせたり、上の世界の存在を信じさせるようにすると。これが文明の役割ですね。はい。賞味期限ですね。目的と賞味期限。はい。でですね、今回はですね、この6次元の存在のアヌンナキという地球外生命体ですね。このアヌンナキの宗教についてちょっと考えてみたいと思います。6次元とか5次元っていうのは要するに3次元から見るとあの世の存在になるんですけど、あの世そのものになるんですよ。死後の世界ですね。しかしですね、その世界にもきちっと宗教っていうのがあって、この旧約聖書を読む限り、メシアですね。メシアっていうものが、自分たちの上にいると。それはどういうものかわからないが、あの世を作っている、高次元のエネルギー、その上にいる何か存在がいて、その存在が3次元世界っていうものを作ると、降りてくると。で、教えを説いてくれると。これをアヌンナキってのは知ってるみたいですね、6次元の。はい。でですね、この旧約聖書の、アブラハムが生まれる以前の3つの文明ですね。人間族しかいなかった、種族がいなかった時代の3つの文明。エデンと、あとそこからですね、ノアに至る文明と、そこからさらにですね、バベルの塔でですね、滅び去る文明。この3つですね。この3つの文明はですね、もう、6次元、5次元、4次元、3次元がですね、重なり合ってました。はい。もろに重なり合ってましたね。はい。この時代のことをですね、マヌの法典だとか、リムリア時代ではですね、神々を人間が見て、人間も神々を見ていた時代って言います。法華経の中の第8章、
500弟子受記本の中でお釈迦様もですね、人間と神々は共存していたんだっていうふうに書いてますね。このですね、ですからエデンと、ノアまでの文明、さらにバベルの塔が滅びる文明ですね。この3つですね、文明の頃は、7、6、5、4、3が重ね合ってましたね。ですからこの頃の普通の5次元人っていうのはエゼキエルだとかハバクフだとか、ハガイだとか、あとダニエルだとか、旧約聖書に出てくる預言者ぐらいの力はですね、みんな一番下の人よりも持ってましたと。ですから上から来る6次元ぐらい来る天使ですね、こういう人たちと話をしたりですね、で教えを受けたりしてましたと。はい。でこれを指導していたのがですね、6次元の、アヌンナキですね。はい。ですから5次元に登るっていうことは他の地球外生命体ですか、他の惑星アンドロメダとか、あといろんなシリウスとか、今いろいろ言われてますね、火星人とか、そういうものたちとですねつながるってことですね。5次元に登るってことは。で3次元に落ちるってことは逆にですね、そういうものたちとですねテレパシーが切れてですね、もう言葉でしか、口を使った言葉でしかコミュニケーションできなくなって相手の心も読めなくなりますと。はい。で7次元6次元5次元4次元3次元重ねていった世界っていうのは、スウェンデンボルグのところでも、ご説明しましたけど、相手の心とこちらの心がですねもう見合ってるというか分かり合ってる状況ですね。精神と精神で話し合っていて、相手が話さないのに向こうの考えていることが伝わるし、向こうが考えているイメージが形になってこちらに、見えると、こういう世界ですね。はい。こういう世界のことを結婚している状態って言いますね。相手のいいところも悪いところも受け入れ合っている状態ですね。はい。それに対して逆にこの3次元世界っていうのはそういうのが全部切れてしまって、例えば中国の習近平であれば、テレビカメラですね、超高性能のテレビカメラを中国中あるいは世界中に仕掛けて、他の人間をですね全て一挙手一投足を監視すると、あるいはファーウェイのですね端末を使ってですね、他の国や他の人民や中国人の全ての会話をですね盗聴すると、それによってですね自分の権力を維持すると、そして軍事力を維持すると、こういうですね、76543が重なっていた時代とは全く逆のですねことをですねやって、それで自分のですね権力や欲望を満たそうとするのが3次元世界ですね。はい。ですけどこの3次元世界にもですねいろんな民族がいて、民族によってはまたさまざまな神を作ってですね戦争したり民族紛争を起こしたりして対立しながらも、釈迦とキリストの教えが広まると。そしてこの世界3次元世界にだけですね最高次元の、あの世もこの世も超えた最高次元からその宇宙の全てを作っている如来が降りてくるっていうのをアヌンナキは知ってましたね。ですからそのことをですねユダヤ人ですね、そのメシアの生まれるユダヤ人に対して一生懸命預言者たちを通して伝えてましたね。はい。でその成り行きもですね、その結末もですね、全てシナリオをですね語り尽くしてしまったっていう状態ですね。はい。で今最後にですね、ですからアラブ人の作った、あらゆる民族に、剣を向ける対立を起こすこのイスラム教ですね、これとですねさらにそこにゴグが加わって復活したユダヤ人の国を攻めると。でこれを通して神の力を見せることでメシアの教えが広まったエリアも含めて、その中でこの文明を通して覚醒した4分の1の人たちを、アヌンナキは再び5次元以上の世界に上げてくれるっていうことですね。はい。でですね、3次元の人ですね、もう完全にチャクラが閉じてしまったこの人たちにですね、例えばエデンの時代とか、あるいは、ノアの時代まで、あるいはバベルの塔の時代まで、ここまでの時代にはアヌンナキっていう地球外生命体と人間は共存していたんだって言っても、この3次元にこぎかまった人たちにはそれが分かりません。そして見えません。はい。この人たちはもう3次元でですね、もうテレパシーもですね、テレポーテーション的なものも完全にもう閉じてしまっているんで、それを言ってもですね、理解しません。またイエスの教えも理解しませんし、釈迦の教えも理解しませんし、
地球外生命体なんて、それ自体ももう宇宙人も否定しますね。はい。これが3次元の一番悪い人の特徴ですね。はい。ですから、私なんかこの自然に旧約聖書を読めばですね、その参考文献としてですね、シュメールとかですね、その調べてですね、あとイエスの教えとか釈迦の教えも含めてですね、あ、そっか、これはキリストや釈迦やインドの古代文献にあるように、この昔の3つの文明っていうのはテレパシーで地球外生命体たちとつながっていた、神々も人間を見る、人間も神々を見るっていうこう7次元以下の世界が一緒になっていた時代なんだなっていうのパッとわかるんですけど、でイメージも浮かぶんですけど、そこに体の大きなですね3メーターぐらいのアヌンナキがいたりですね、人間とこう共存していたりする姿が浮かぶんですけど、3次元のですねもうダメな人たちにはそれが絶対に反応しません。見えませんし分かりませんし否定しますね。これがですから5次元に登れない人たちの特徴ですね。ですからこれがハルマゲドンの戦争の観覧の7年ですね。この時期にですね、神のですね偉業を見せられてもですね、それを理解することもなく4分の3、死んでいく人たちですね。はい。私のこの動画なんかも聞いて面白いって感じる人はですね、もう 100% 知りませんので、大丈夫です。5次元に上がります。で、今度5次元に上がるとですね、他のですね、地球外生命体たちともですね、交流が起こりますと。で、他の惑星の進化のですね、形やですね、生命形態なんかにですね、興味を持ってですね、そちらの惑星の人たちにここに行ったりしますね。そちらの惑星があって、そこの惑星はですね、7、6、5、4、3次元が、重ね合っているんで、あなたの姿を見えますと、肉体を持ちながらも。そうするとあなたはですね、5次元体になったあなたは、そこの肉体を持った人たちとテレパシーで通話したり、あなた3日後になんか車にぶつかっちゃうかもしれないから危ないから気をつけた方がいいよと。あるいはあなたの家族は1年後にちょっと危険だからやめた方がいいよなんていうちょっとした未来まで見えるようになりますね、5次元の人は。はい。でですね、インドのですね、マノの時代にですね、カーストっていうのは今ありますね。インド独特のカースト階級制度ですけど、これはですね、神々も人間を見、人間も神々を見て共存していたこのですね、太古の時代ですね、人間は肉体を持ちながらもですね、霊界のどこからですね、この肉体を持った人は生まれ変わってきているのかというのが全部見えましたと。ですから、霊界のいたそのですね、次元がそのまま人間のですね、職業やですね、生まれた家になるっていうことで、その全てにですね、階級をつけましたと。本当は何万、何億っていう階級があるんですよ。小さな小さな職業に至るまで。ですけど、大体大雑把に言うと、7次元の人が生まれ変わってくると、バラモン。7次元の人ってのはですね、8次元、9次元、さらにその上の如来とかですね、その下のですね、自由の菩薩、創造の人たちですね。ビッグバンを起こす。この人たちが生まれ変わってくると、この世界に聖者として神の教えを説きますと。で、その人たちのですね、生まれ変わるべき、お寺や、その人たちの祭式の儀礼、そういったものをですね、手伝うのが7次元のバラモンの仕事でしたと。で、面白いのは、この7次元の人たちまではですね、ビッグバンが何で起こったのかをですね、理解する力がありません。で、6次元以下の人たちはですね、宇宙が何で始まったのかっていうのも考えません。考える力がないから6次元なんです。ですから、アヌンナキたちも天正輪廻してます。で、5次元の人ももちろん天正輪廻してますね。はい。で、6次元の人はですね、この物質世界から見ると、神々って呼ばれる存在になりますね。その時代の文化、その世界の文化ですね。仕事やお金の神様とか、戦いの神様、芸術の神様、アヌンナキで言えば人類を作ってくれた、一つの神様っていう6次元体ですね。で、これがですね、5次元にあるたくさんのグループのリーダーになってますね。一つ一つの。で、アヌンナキから見ると、この地球のこの文明は一つの5次元のグループになってます。一つの無限にあるグループの一つになってますね。はい。で、6次元が、ビッグバンが何で起こったのかに気がつかないけれど、人間の世界や肉体を持った生命たちを、支援する神様ですね。これ俗物的な神様。弁財天とか、毘沙門天とか、そういうのもこのうちの一つですね。はい。で、5次元ってのは大体普通の人の世界で、この人たちは
この霊界の存在を信じていると、あるいはさらにその上にあるですね、最高神の存在を信じていて、自分たちは尊い仏によって生かされている存在であるという感謝を持っている人たちで、チャクラが開いている人たちですね。はい。ですからですね、アヌンナキがこの文明を作ったのは人間と共に、そして堕落したこの三次元文明をですね、一生懸命ユダヤ人を通して指導して、最後にですね、ハルマゲドンをわざと起こして、自分たちの奇跡を見せて、4分の1の人のチャクラを開いて、5次元ぐらいには入れてあげようっていう、これはですね、俗物的な神様としてはですね、非常に素晴らしい恩恵ですね。はい。ですからまあ、それに最低応えられるように、皆さん頑張ってください。4次元ですけど、これはスードラの世界ですね。スードラ。奴隷階級、あるいは犯罪者とか。ですから、このですね、4次元たちが人間世界に生まれ変わってくると、奴隷になったりですね、泥棒になったりですね、悪徳商人になったりとか、まあ、階級の低い普通の人たちに使える身分になりますね。で、このバラモン7次元。で、6次元の武士階級、まあ、貴族階級ですね。で、5次元の商人階級、まあ、普通の人たちですね。で、4次元のこういう奴隷階級ですね。これがですね、天正輪廻のですね、あの世の構造になりますと。で、この4つの性質を持ったものが様々な肉体に入って生まれ変わっているのが、この3次元空間ですと。それでですね、エデンと、ノアまでと、さらにバベルまでは、この7、6、5、4、3次元が重なり合ってですね、地球外生命体たちがですね、共存して暮らしてましたと。で、5次元にもちゃんとですね、宇宙がありますと。宇宙空間もあるし、平行宇宙にも移動できますと。5次元ぐらいからやっとまともな世界で、あなたもですから4分の1に残って5次元に戻ると、他の惑星にテレポーテーションしたり、他の平行宇宙に移動したりできるようになりますね。はい。で、またさらに6次元になると、そのあなたが見つけたですね、美しい惑星を見つけると、そこに住んでいる生命体にですね、自分の精子を植え付けて、新たな人類を作って、その子に生まれた繁殖した人間たち、新しい人類たちを、文明を作って、最後にアヌンナキのように、この5次元、6次元に上げてあげると。さらにはその上にいるですね、最高神の存在、仏の存在をですね、に近づけてあげると。こういう活動がですね、6次元の、神々と言われる人たちの活動ですね。はい。お金の神様とかいろんな神様いるんですけど、アヌンナキなんか随分偉い神様ですね。ですから自分たちのことをですね、拝ませるっていうのは、そういうとこから来てるんでしょうね。必要以上の大きな祭壇を作ったり、生贄だとか、儀式を上げさせたりするのは。で、天罰として従わない国は干ばつを起こして懲らしめたりとか、いろいろできるみたいですね。6次元の神様の力だと。はい。ですから様々な世界にある3次元文明ですね。完全に上と切れてしまった文明っていうのは、その見返りとして逆にですね、最高次元から如来が生まれてくると。ですけど、アヌナキぐらいではですね、その一つの文明に西方の如来、造法の如来、末法の如来が生まれてくるっていうこの法華経ですね。如来が如来のために説くですね、この法華経のエッセンスってわかりませんし、この3次元世界からですね、下脱して、そして次元を超えた世界に登って、そこからビッグバンを起こす10の菩薩、創造主が如来によって生み出されるっていう、この仕組みですね。この大きな仕組みはわかりません。アヌンナキレベルでは。ですからアヌンナキっていうのはあくまでも、メシアは最高に尊いものであり、自分たちはメシアに仕える神の一人であると。そういう意識から人類の文明が3次元文明ができると、そのわずかでもいいから4分の1でも、5次元に上げて、さらに上の神の存在を分からせてあげると。これがこの文明の目的ですね。はい。こういうのがですね、旧約聖書、あるいはシュメールの、碑文ですね。あと、法華経、あと、イエスの言葉ですね。あと、ベーダとかですね。インドの最古のベーダですね。はい。そういうのからですね、全体がまとまると、こういう世界像が見えますね。ですからですね、なんかよくテレビに出てきて、いや、幽霊なんかいないとか、宇宙人なんかいないとか、そんな地球外生命体と人間が共存していた世界なんかあるわけないじゃん、なんて言いながらもあっちこっちに古代文明の跡があったり、なんか巨人の化石が出てきたり今してますけど、そんなものを否定し続けるのはダメな人たちですね。4分の3の方ですね。はい。
ですけど、こういうふうに古文書をちゃんと読んでですね、法華経なんか理解すると、アヌンナキどころか、その上のですね、ビッグバンの起こし方からですね、無限の仏の仕組みまで全部分かってしまいますね。それが分かるのが三次元ですね。はい。ですからこの三次元をベースにですね、いろんな上の生命体や神様も、そして如来や菩薩も生まれてきてますね。はい。ですからこの三次元というのはとても重要ですね。はい。ですからこの9次元から3次元まで、さらには次元を超えた世界。これは全て揃って初めて無限の創造世界っていうものが成り立つっていうのはここでわかりますね。はい。で、その中で今回この文明の人間を作ったですね、アヌンナキたちの役割と彼らが目的にしていたものですね、この文明において。それがわかると思いますと。はい。なんとなくわかったでしょうか。はい。じゃあ今日は以上ここまでです。どうも。He comes a sun.